51キロから45キロ台まで減量した私のナイトルーティンを紹介していきます。夕食を食べてから2時間空けて筋トレをするようにしています。筋トレの2時間前に糖質を含んだ食事をすることで、トレーニングに必要なエネルギーの源となる筋グリコーゲンの量を高めることが期待できます。簡単に言うと、食べた糖質をガソリンみたいな感じで筋トレで使ってあげるっていう感じです。私はパーソナルトレーニングなどには通っていないので、本やネットで得た情報で自分に合ったものを取り入れて続けているという感じになります。ということで、ストレッチが終わったら最近毎日やっている筋トレを紹介します。YouTube にもアップしているこの6分間の筋トレで、お腹の上、下、外側、足の部分を鍛えていこうと思います。早送りなしで紹介していきます。この動きはウォーミングアップのような感じで、お腹の上の部分を鍛えます。肘と膝がくっつくようにやるのがポイントです。次は思いっきり息を吐いてお腹をへっこませます。吐いてへっこます。吐いてへっこます。お腹が伸び縮みすることで結構腹筋が使われている感覚がわかると思います。この筋トレは間に10秒の休憩があります。次はかかとをタッチしていきます。しっかりと頭と肩を浮かせてタッチすることで、お腹の上の部分に結構効くので、地味に辛い筋トレになってます。動き自体はすごくシンプルなので始めやすいと思います。次は膝を思いっきり頭の方に引き寄せて、同時に頭もアップします。腹筋を縮めて伸ばすイメージです。これ結構きついので、ぜひやってみてください。お腹全体が筋肉痛になるような感覚があると思います。次はお腹の下の部分、下っ腹の部分に力を入れて、足を小刻みにクロスします。これ足をね、もっとピンと伸ばした方が効果的かなと思うんですけど、結構きついので、とにかく下っ腹を使うイメージでやってみてください。次もぽっこりした下っ腹をへこますイメージで下っ腹に力を入れて足を上げ下げしていきます。結構きついと思いますが、動きは簡単なのでぜひやってみてほしいです。たまに足が上がらないというコメントもありますが、そういう方はストレッチや柔軟をしっかりやって自分ができるところまでやってみてください。次はお腹の外側、そこを鍛えるトレーニングです。ついでに足も鍛えられる感じです。天井の方に向けて足を上に蹴り上げる。ちょっと体幹も必要になってくると思うので、最初はバランスを崩しちゃうかもしれないですが、続ければ慣れてきます。お腹の外側、浮き輪肉、腰回りの肉に結構効くと思います。で、続いてはいわゆるサイドプランクと呼ばれるものです。こちらは腕が痛くて結構辛いっていうコメントが多いんですけど、全身が鍛えられるトレーニングで体幹もつくし、腕ももちろん鍛えられるので続けていくしかないと思います。私も最初はちょっと苦手でしたが、最初は5秒とか、そこから10秒、15秒と徐々に増やしていけば絶対にできるようになると思います。そして反対側も繰り返します。こうやってスマホ見ながら、テレビ見ながらでもできるので、
空いた時間にぜひやってみてください。こういうことをやるまでが結構億劫だと思うんですけど、いざやるって決めて、こういうマットとかね、なんか柔らかいものを敷いてやっちゃえば6分なんて本当にあっという間なので、まずはやる体勢になるっていうのが結構大事かなと思います。私もこんなこと昔からやってたわけじゃなくて、ほんとつい3ヶ月4ヶ月前から始めたので、全然今から始めても遅くないし、続けるっていう習慣はつくと思います。次もまた腕と肘にとてつもなく負担がかかるんですけれども、つま先を立てて、肘を曲げてお尻をサイドに落とす動きです。こちらも体幹が必要になるので、毎日続けていけば慣れていくかなと思います。ちょっとこれくびれも結構動くので、くびれ作りたい方にもおすすめです。次は、腕をまっすぐと立てて膝を外側に蹴り上げます。これはもう最終段階なので、もう今までの力を全部出し切る感じで、膝を蹴り上げます。結構きついんですけど、勢いでやっちゃえばあっという間に終わります。ここまでがお腹の筋トレでした。次は起き上がってスクワットをしていきます。足に負担がかかる動きだったら、スクワットじゃなくてもいいんですけど、なんか自分がやりたい動きを毎日やればいいと思います。スクワットして、サイドにパンチして、ついでに、くびれも作る動きです。一石二鳥って感じの筋トレです。20回ぐらい目安にやっています。足は肩幅より大きく広げて、内ももに効くような感じでスクワットをしています。やっぱりきついだけあって足が結構引き締まったなって思っています、自分では。次は二の腕とバストを鍛える膝つきの腕立て伏せです。私は腕立て伏せが結構苦手なので、本当はね、床ギリギリまでやった方がいいと思いますが、これが限界なので、やらないよりはやった方がいいかなということでやっております。膝つくと結構楽なので、毎日少しずつやれる回数が増えてきてるなーって実感はあります。20回を目安にやっています。次も二の腕を鍛えるトレーニングです。体がまっすぐになるように、これをだいたい20秒から30秒ぐらいキープします。これで肘を曲げて、下に行ったり上に行ったりっていうのをやった方が効果的だと思うんですけど、できないのでこれをキープするようにしています。次も二の腕です。Amazon で買った3キロのダンベルを上げ下げするだけ、15回から20回ぐらいやっています。ペットボトルとかでもいいと思います。最初全然できなかったんですけど、最近20回できるようになりました。反対もやります。椅子とか使って、どこでもいいのでこんな感じでやるようにしています。次は筋膜リリースというグッズを使って、普段ほぐしにくい前もも、外もも、裏ももをほぐしていきます。で、ゴーゴーがついてて、最初使った時結構激痛だったんですけど、慣れてくると結構気持ちいいです。筋トレの後とかお風呂上がりとかにやるのがおすすめです。腕のトレーニングにもなるので、結構ね、やり方が難しいんですけど、自己流で自分がほぐれてるなーって思う箇所に当てるようにしています。
これ使ったおかげで外ももの張りっていうのが結構目に見えて変わったなと思います。太ももってなんか膨らんでたんですよね。これ使ってからそれが結構収まるようになりました。一応ふくらはぎにも、負荷をかけて使うようにしています。とてつもなくやりにくいので太もも専用って感じで使ってます。この作業もね、テレビ見ながらとかできるので、ぜひくつろぎながらやってみてください。反対も同様に繰り返します。で、お風呂上がりは汗かかない程度に簡単な動きをやります。腰より後ろの位置に手をタッチしてくびれを細くする運動です。これだったら結構シンプルな動きでいつでもできるのでね、気が向いたらぜひやってみてください。で、次は背中を鍛えていきます。手を前に出して肩甲骨を寄せるイメージで、足先は浮かせてます。猫背とか巻き肩改善にもなるので、背筋のトレーニングもなるべく毎日やるようにしています。背筋とか二の腕、あとバストの筋トレをしてから顔の輪郭がちょっとだけ変わったような気がしてます。で、お風呂上がりってことで、前もものストレッチを行います。結構前ももが張ってて頻繁にストレッチしてるんですけど、それでも前ももが痛いので張りやすい部分なのかなと思います。右と左どっちもストレッチしていきます。次はもも裏、お尻の下をほぐすストレッチです。これは私が腰痛でヘルニアになりかけた時に整体師の先生に教えてもらったストレッチです。動きまくってる人とか、逆にデスクワークで全然動かない人とか、座骨神経痛の方とか腰痛の方におすすめです。このストレッチはかなりもも裏、お尻の下が伸びるので、その辺の肉が落ちないよっていう人もやってあげてもいいと思います。で、個人的にスッキリするのでいつもやってるんですけど、背中がこう伸びる動きってこれが一番かなと思ってるので、デスクワークとかで丸まった背中を伸ばすためにも毎日こういうことをしています。次は巻き肩を直して二の腕を細くする、マッサージというかストレッチをしていきます。
鎖骨の骨の上から下にかけて拳でほぐしていきます。反対側もほぐしていきます。鎖骨の下の部分です。で、次に脇をほぐします。脇のリンパをほぐします。特に、脇の後ろ側をしっかりとほぐしましょう。胸と脇をほぐすことで肩甲骨がより動きやすくなるそうです。全部つながっているので、まずは前からほぐしてあげましょう。はい、それができたら今度巻き肩を直すストレッチに入っていきます。手を上に上げて肩甲骨を寄せるイメージで後ろに下げていきます。だいたい20回ぐらい繰り返します。これによって前に出た肩が後ろの元の位置に戻りやすくなるそうです。さっきの鎖骨下と脇をほぐす下準備があったおかげで結構動かしやすくなってると思います。で、ちょっと腕を後ろに引っ張ってストレッチもします。で、今度手を前に持ってって思いっきり手に力を入れます。こう肩を前に出すイメージです。肩甲骨を広げるイメージです。で、下の方で10秒、今度真ん中ぐらいの高さで10秒、今度上ぐらいの高さで10秒キープします。ちょっと見てると意味わかんないと思うんですけど、やってみるとわかると思います。で、肩を回してあげます。これを毎日続けて巻き肩の緩和と、それによって二の腕をスッキリさせる効果があります。次はバストアップの筋トレです。手を後ろに回して腕の付け根、胸のあたりに力を入れて前にタッチします。次も同じく腕の付け根、胸のあたりに力を入れて、肘をタッチします。簡単そうな顔してますけど結構きついです。で、腕をくっつけたまま上にプッシュ。これがめちゃめちゃきついです。まだ続きます。腕を前に出して、これも胸のあたりを使って動かします。バストの位置が高くなってバストが綺麗に見えるようにする動きです。はい、こんな感じでちょっと長くなっちゃったんですけど、1日の筋トレ終了します。今回のナイトルーティンをまとめると、食後2時間後にお腹の筋トレ、足の筋トレ、腕の筋トレ、そして太ももを筋膜リリースでほぐす作業を行いました。その後お風呂上がりはくびれを作る筋トレ、背筋、太ももとお尻と背中のストレッチ、肩甲骨ストレッチ、バストアップの筋トレを行いました。お風呂上がり、寝る前は激しすぎない優しい筋トレとストレッチでまとめています。これを全てやる必要はないと思います。自分が鍛えたい部分、引き締めたい部分から鍛えるので全然いいと思います。少しずつ慣れていったら徐々に鍛える部位を増やしていって、毎日続けて習慣にしていきましょう。ということで、少しでも参考になったら嬉しいです。最後まで見てくれてありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。